もしもルセラフィムがアイドルじゃなかったら何になりたいか。桜の幼い頃の夢とは、うんちが憧れる職業にメンバー驚愕。今月9日、HJ エブリンの YouTube チャンネルにルセラフィムがゲストとして出演。サードミニアルバム、イージーやコーチェラフェスティバル出演のことなどトークに花を咲かせた中、もしアイドルじゃなかったら何をやりたかったか、という話題が、その内容が意外なもので面白かったので、まとめていきたいと思います。とその前に、まずはルセラフィムメンバーたちの経歴やデビューまでの道のりを振り返ってみましょう。ルセラフィムのリーダーを務めるチェウォンは、高校生の頃にいくつかのオーディションを受けてウリムエンターテイメントの練習生となりました。その後日韓合同のオーディション番組、プロデュース48に合格し、アイズワンのデビューメンバーとしてアイドル活動を開始。アイズワン時代から歌唱力を認められていたチェウォンはリードボーカルとして活躍していました。ちなみにチェウォンは小学生の頃に合唱団に所属しており、幼い頃から歌のレッスンを重ねてきたようです。アイズワンとしての活動を終えたチェウォンはソロとしても活動を続けていましたが、その後ウリムエンターテイメントとの契約を終了し、現在のソースミュージックに移籍。ルセラフィムとしてデビューすることとなりました。アイズワンでは可愛いと人気だったチェウォンですが、ルセラフィムでは黒髪プッツンボブでデビューし、かっこいいチェウォンを見せてくれました。デビュー時はチェウォンのイメチェンに戸惑い、アイズワンのコンセプトの方が好きというファンもいましたが、今やかっこいいチェウォンの板につきましたね。チェウォンのビジュアルの変化を、チェウォンと双子みたいと言われているエスパのウィンターと比較しながらまとめています。そんなチェウォンのリーダーとしてのマインド、愛用コスメとメイクのポイント、普段持ち歩いているものなど、チェウォンに少しでも近づきたい方はこちらも必見です。お次はアイドルエリート、宮脇さくら。日本にいた頃から HKT48 のメンバーとしてアイドル活動をしていたさくらは、総選挙で3位を勝ち取るほどの人気メンバーでしたが、2018年に惜しまれながら卒業。その後プロデュース48のオーディションに合格し、チェウォンと共にアイズワンの初期メンバーに選ばれ韓国デビューを果たします。アイズワン時代から韓国でも人気を獲得していったさくらは、アイズワンを脱退した後ソースミュージックと契約を結び、ルセラフィムとしてデビュー。再びチェウォンと同じグループで活動していくこととなります。さくらはルセラフィムメンバーの中でもアイドルとしての活動歴が長く、ファンからは宮脇プロと呼ばれるほどの高いプロ意識を持っていることで有名です。またグループ内で最年長ということもあり、バラエティ番組やビハインド映像などではメンバーたちを支えたりまとめたりするシーンも多いです。さくらの HKT48、アイズワン、ルセラフィムの美女編の歴史をこちらでご紹介しております。やっぱりアイズワン時代のピンククラは伝説ですよね。皆さんはいつの桜が好きですか？ユンジンは幼少期や学生時代をアメリカで過ごしミュージカルやオペラの経験もあり、プレディスエンターテイメントのニューヨークオーディションに合格し、韓国で練習生となります。その後チェウォンや桜も受けたプロデュース48のオーディションに挑戦しますが、惜しくも不合格に。さらにユンジンはなんと、過去にハイブから解雇されていたことが明らかに。アイドルになることを諦めてアメリカに戻っていたユンジン。しかし音楽への愛情を捨てきれないでいた中、1年半後にハイブから連絡が。その頃ユンジンはアイドルという言葉を聞くだけでも嫌だったそうですが、熱烈なオファーを受けたユンジンは再び韓国へ。チェウォンや桜と合流しルセラフィムとしてデビューを果たしました。ユンジンの壮絶なデビューまでの道のりはこちらで、ユンジンのことがもっと好きになることを保証します。カズハは桜と同じ日本人メンバー。3歳からバレエを習っていたという K-POP アイドルとしては少し異色の経歴を持っています。しかもその実力はプロのバレリーナ級と言われているほど、数々のバレエコンクールで賞を受賞しており、高校1年生の頃にオランダに留学して世界有数のバレエスクール、オランダ国立バレエアカデミーでレッスンに励んでいたそうです。そんなカズハはオランダでソースミュージックのオンラインオーディションを受けて見事合格、ルセラフィムとしてデビューすることとなりました。ルセラフィムでは 170cm の高身長とバレエで培ったしなやかなダンスが特徴的で、ブルーフレームでは見事な愛次開脚を披露しています。いやーカズハマジで逸材すぎる。そのバレエや鍛錬で培われた健康的なカズハボディは、華奢でしなやかでありながらも実は筋肉がすごい。腹筋のスコアは軍人も驚く記録だとか、主はカズハのボディをなだめて意識を上げていこうと、カズハをスマホのロック画面にしています。スマホのロック画面といえば、桜の強火ペンであるユンジンさんは、メンバーであり推しの桜プロをロック画面にしています。
ルセラフィムの末っ子、ウンチェは小学生の頃に課外授業で K-POP ダンスを習ったことがきっかけでダンスに興味を持ったといいます。本格的にダンスをやりたいと思ったウンチェはお母さんに、踊ることが好きだからアイドルになりたい、ダンススクールに通いたいというメッセージを送ったそう。初めは反対していたお母さんもウンチェの熱意に負けてダンススクールへの入学を許してくれたそうです。その後ソースミュージックのオーディションを受けて無事に合格し、ルセラフィムとしてデビューを果たしました。グループ内ではマンネらしく鬼たちに甘えたり、時にはいじったりと愛嬌たっぷりな姿を見せてくれています。みんなのマンネで可愛いマンチェ、実はお兄さんのことが大好きで、3週間に1度くらいは愛してると伝えるそうです。うんちのお兄さんがひたすら羨ましくなるだけのコンテンツがこちら。こんな妹が欲しい人生だった。さてルセラフィムメンバーの歴史を振り返ったところで、ここからは今回の本題、ルセラフィムメンバーたちがアイドルじゃなかったら何になりたかったかを見ていきたいと思います。もし皆さんが大学生や高校生だったら何を専攻したいですかという質問を受けたルセラフィムメンバーたち。するとチェウォンが真っ先に口を開き、自分たちの学力とは関係なく切り離して考えていいよねと自虐を挟みメンバーたちも爆笑。学力は考慮しなくていいというリーダーからのお告げで心理的安全性が確保された中、メンバーがそれぞれの夢を語り始めます。まずチェウォンは獣医学を学んでみたいと言い、どうやらチェウォンはアイドルになってなかったら獣医さんになっていたかも。メンバーたちからも動物が好きだという認識を持たれているチェウォンはシロという名前のポメラニアンを飼っていることでも有名です。前に配信中にチェウォンが前髪につけていたカーラーをポメラニアンに強奪されるというワンコにいじめられてたチェウォンですが、絶対動物たちに優しく接してくれる獣医さんになるんだろうな。続いてカズハはバレエダンサーが候補に上がりつつも国語や文学を専攻してみたいという流れから、先生はどうですかと提案されます。韓国ドラマに出てくるような教授と言われてまんざらでもなさそうなカズハですが、もしカズハが先生だったら必ず出席するしかない。たとえ熱が出ても出席したいです。ユンジンはビジネスを専攻するつもりだったそうですが、話上手だからコミュニケーションと会員じゃない。確かに K-POP アイドル界で友達を作りまくってるユンジンのコミュ力なら無双できそうです。だってユンジンは G アイドルのメンバーから激モテしてるんです。絶対向いてる。続いて桜は、私は小さい頃はお医者さんになりたかったです。ドクター桜、かっこいい。アイドル一筋の人生を送ってきたイメージのある桜なので少し意外。しかし桜は本気で医師を目指していたため中学受験をして勉強に励んでいた時期があったのだとか。何事も全力で努力する姿勢は小さい頃から身についていたんですね。熱が出たら桜に診察してもらって家で休んでくださいと言われても学校に行ってカズハの授業を受けます。フィオナのプランが決まりました。最後にうんちの回答は、私は警察官。メンバーたちはこれを聞いておーおーと一斉に驚きの声を上げ大盛り上がり、普段から末っ子全開のうんちがまさかの警察官。うんちは事件の映像などを見るのが好きだから、理由は可愛いな。でもすでにたくさんのピオナがうんちに逮捕されてると思うよ。今回はルセラフィムメンバーたちの経歴を振り返り、アイドルじゃなかったら何をやりたかったかについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。メンバーたちの意外な一面が知れて面白かったですが、やはりファンとしてはアイドルになる道を選んでくれたことに感謝しかないですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。